この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回の添削は兵庫県にあります神戸学園さんで添削の授業をさせていただいた作品の動画解説をさせていただこうと思います。今回はね、いつもと形式を変えてビフォーアフターを最初に見せてしまって、その上でどのポイントに気をつけて作品を仕上げればさらにイラストが良くなるのか解説していこうと思います。はい、それではですね、まず最初の作品です。フリーリーさんの作品で、タイトルは忘れられない。コメント。好きな曲を聴きながら書きました。恋人から友達に戻る曲なのですが、口元を隠すことで忘れたくなかったという本心を隠す意味としてこの表情にしました。添削してほしいところは肌の光と影の塗り方です。とのことです。はい、まずですね、きちっとコンセプトを持って書き切っているのが素晴らしいです。本心を隠す。だから口元を隠す。この作戦はね、とても成功しているように思います。全体をね、淡いトーンでまとめるのは結構難しいことだと思うんですが、この演出も彼女を神聖なものに見せて、別れてしまったっていう後悔を際立たせてくれているので、とても良いなというふうに思いました。でね、今回の添削のポイントなんですが、絵だけじゃなく表現でね、どこまで自分の恥ずかしい部分を掘り下げていって、そしてそれをね、共感にまで持っていくのかっていうのが、実はね、ポイントなんです。それで言うと、フリーリーさんはまだね、ちょっとこう、照のようなものがあるなっていう風に思いました。例えばね、僕が感じる恥ずかしい本心の部分として、この絵を見た時にですね、別れた後の方が彼女が魅力的に映ってしまうことがあるっていう本心がね、あると思うんですね。もう触れられない、手の届かない存在なんだ。でもそう思えばそう思うほど彼女がこれまでよりも綺麗に見えてしまう。なんかね、そういう作者のめめしい後悔の念を恥ずかしがらずにね、画面に載せてあげると、この作品はもっと魅力的に共感されやすい作品になるのかなっていう風に感じました。それを考えて添削した結果、こうなりました。はい。こんな感じです。いかがでしょうか？添削前がこれで、添削後がこんな感じです。はい。まずね、最初のポイントです。なんといってもですね、髪の毛の部分、ここの部分の変化が大きいですね。やっぱりですね、キャラクターを魅力的に見せるのに髪の毛ってすごく重要なポイントです。特に今回、口をかけないという制約があるので、口の部分の魅力が目減りしてしまうマイナスポイントがあるんですよね。皆さんね、コロナ禍でマスクしていると思うんですが、マスク取った時の口のインパクトって結構大きいでしょ？なので、口を隠すっていうのはね、もうそれだけでもパワーダウンにつながっちゃうんですね。なのでその分より一層ですね、髪の毛でキャラクターの魅力を十分に表現してあげなければいけません。なのでこのように風にたなびくような動きをつけてあげるといい感じに変化してくれると思います。ポイントなのは部分的にですね、このように、この辺ですね、この辺。こんな感じで主線をあえて描かない部分とかも作ってあげても髪の毛の柔らかさを際立たせて、なんかね、こう触りたい感じ。触りたい。でももう彼女じゃないから触っちゃダメみたいなね、そういう葛藤のようなものを同時に表現できると思います。それと目の描き込みですね。はい、目の描き込みどのように変化しているでしょうか。アップで見ると、はい、このように変化しております。どこが変わったかお分かりいただけますでしょうか。特に今回はさっきも言ったように口は描かないという選択をしています。なのでより一層他の部分で魅力を表現しなければいけません。そういった意味でね、目の描き込みもすごく重要になってきます。変更したのはですね、このまつげのボリュームですね。ほら、そういう目で見てみると、ここ分厚くなってますよね。あとは二重の描き込みと、それと細かいですけれども黒目周りの線、ここにも変化を持たせています。そこに着目しながら見てみると、ほら、確かに違うでしょ？はい。でね、眉毛。ここがね、ちょっと迷ったんですが、もともと書かれていなかったので、これについては入れるのをやめました。多分ね、これ、もともとの眉毛が書かれていない理由として、入れるのをやめた理由はですね、眉毛って、眉毛の表情によって人が何を思っているのか、一番ね、表現できる部分なので、彼女が僕から離れてしまって何を考えているのかわからないっていうニュアンスを、眉毛をあえて書かないことで表したんじゃないかと、僕は思うんですね。ただですね、ちょっとこう、ないのは不自然なので、書かないまでもね、こんな風に
髪の毛で隠してあげた方が自然なのかなっていうふうに思いました。そしてもう一点、どこが違うでしょうか？はい、見てください。どこが違いますか？そうです。背景の有無ですね。こっちは背景がありませんが、ここで海辺のね、街並み。ここがうっすら見えております。これなんでこうしたのかっていうと、背景を入れないとですね、ちょっとふわふわと概念的すぎる絵になってしまって、実在感が薄らいでしまうからです。なんかね、記憶の中の彼女みたいな感じになってしまいますよね、これだと。それをこんな風に薄いトーンでも背景を入れることで、この女の子がちゃんと実在する人物なんだっていう風に表現できるので、別れた彼女っていう部分により説得力を持たせることができます。あとはね、なんか背景を入れることで、自分にはね、そういう記憶があるかどうかはわかりませんが、自分の近い記憶に結びつけて、見ている人の後悔とか懐かしい記憶を引き出しやすいっていうのがあると思います。なんかね、こういう海辺で振られたことあったような気がするななんてね、ありもしない記憶を呼び覚まされるような感じがありますよね。はい、その3点に着目しながら、このイラストは添削しました。1枚目の添削は以上です。はい、次2枚目いってみましょう。2枚目は、こちらの作品です。りんりさんの作品で、タイトルは、怪しいお姉さん。コメント。この作品のテーマは、サーカスです。お姉さんの優しそうな表情を頑張りました。フリルと目を見てほしいです。とのことです。はい、作品で見る限りかなり大きなスケッチブックだと思うんですが、これだけ大きな画面にバランスよく絵を描けるのって結構ね、構図力がいると思うんです。でもね、とても綺麗に人物が配置されていて、そのおかげでイラストの見栄えがぐぐっと良くなっている感じがしますね。イラストはですね、個々の描写力、細かいね、手とか顔周りの描き込み、そういうね、細かい描写力も必要なんですが、それより前に構図の力、画面にイラストを見栄えよく配置する能力、これが何よりも重要なので、りんりさんはその一番大事な要素をきちっと抑えられていると思います。素晴らしいです。はい。でですね、このイラストの添削ポイントなんですが、これはですね、テーマ性です。おそらくりんりさんはテーマという部分について少しね、順位付けを整理できていないかなっていうふうに思いました。タイトルが優しいお姉さん、そしてテーマがサーカスって付けられているんですが、僕この部分についてはちょっとね、考えを掘り下げられるのかなっていうふうに思ったんですね。僕がですね、このイラストを見た時に、りんりさんがこのイラストを通して何を表現したかったのか、それを、勝手な想像なんですけどね、想像したのは、この女性の裏の顔と表の顔のギャップだと思うんですね。それはどこからわかるのかっていうと、例えばね、この道化を演じるようなサーカス衣装を身にまとって、ニコニコ顔の優しい彼女。その反面ですね、外した仮面は泣き顔のような表情にも見えるっていうね、そのギャップから読み取ることができるんですが、彼女の二面性っていうのをもっと強調して一発で見た人に伝えることができれば、このイラストはさらに良くなるように感じました。今言ったことを加味しながら僕が添削したイラストはこのように変化しました。はい。こんな感じです。さあ、いかがでしょうか？かなりね、印象が変わったように感じると思います。さあ、どこを具体的に変更したのでしょうか？予想しながら見てくださいね。はい。それではまず1点目。もうここはね、すごくわかりやすいと思うんですが、背景を暗くしてお姉さんの二面性を強調したという部分です。はい。最初の画面ではほとんどの部分を明るい要素で構成されていました。背景のね、この白もそうですし、そしてサーカスの衣装や笑顔のお姉さん、これらはね、全部表の面ですよね。はい。で、さっきダークな部分に感じるっていうこのお面なんですが、このお面が全部ダークな柄だとしたら、それだけでも裏の面を表現しきることができるので、十分に成立するかなとも思ったんですが、仮面の柄をね、よく見てみると、ここは笑顔だったり、あとはね、涙の表情、困り顔だったり、かと思えば、こっちはまた笑顔ですよね。そうなんです。この仮面ですね、裏と表の二面性がもうこの中だけで表現されているんですよね。なのでですね、この仮面が全部ダークかって言ったらそんなことはないんですよね。もしあらかじめテーマを聞いた上でこの絵を見れば、もしかしたら二面性を表現したっていうことがわかるかもしれませんが、何も聞かずに絵を見た時に、このね、二面性っていうテーマは読み取りづらいと感じました。なのでですね、表の面に対して裏の面を強調するように、背景をこんな風に思いっきり暗く落として、
このお姉さんは笑顔だけど、でもこの笑顔はただの笑顔じゃないんだよっていうのを分かりやすく演出したということです。で、さらに一工夫加えたのは、影を利用して見てほしい部分の順位付けをするってことです。添削前を見てください。皆さんこのイラスト、どこに一番目が行きますか？多分ね、この仮面に目が行くと思うんですよ。このように白と黒のコントラストの差が大きい部分って目が吸い寄せられるんですよね。人間ね、例えば壁にゴキブリがいたらそこにパッと目がいっちゃいますよね。あれはね、ゴキブリっていう存在に対してもそうなんですが、それ以前に白と黒のコントラスト差に目がいってるわけなんです。ゴキブリがね、もし白だったらそんなに目がいかないと思いますね。この画面で見た時に、それで言うとここに一番最初に目が吸い込まれるんですが、でもね、この仮面ってどっちかっていうと、ネタバラシ的な部分じゃないですか。この絵のストーリーを仮に言葉で説明すると、まず最初に笑顔のお姉さんがいます。でも、このお姉さんの笑顔って実は裏があるんですよ。っていう順番だと思います。つまり、お姉さんの笑顔に最初に目がいってくれないと、このイラスト的にはね、ストーリーが成立しないんです。はい。なのでですね、このように、顔は一番明るく、コントラストを強めにしつつ、体には少し暗い影を落として顔の次に目が行くようにするっていう調整をしました。そうすることで見てほしい順番をコントロールすることができるんですね。はい。で、最後のポイント。これはね、もう今言ったことの補足になるんですが、一番最初に目が行ってほしいお姉さんの笑顔。ここにね、一番目が行ってほしいので、ここが一番コントラスト差がつくように調整したい部分です。別にね、形を変えたわけじゃないんですが、単純に倫理さんが描いた線を濃く調整してみました。特にこの目の部分ですね。目の部分を濃く調整しています。これだけでね、顔に目が行きやすくなりましたよね。こんな風に二面性を表したい部分には、どこが表でどこが裏なのか、それを自分の中で整理して、そしてそれをどのように伝えれば見た人に伝わりやすいのかを頭の中で整理してあげるといいと思います。あとね、これは僕の感覚なんですが、おそらくね、タイトルとテーマの関係を少し変えて、タイトルをサーカス、あるいはピエロとかにした方が、このイラストの入り口としては良さそうな気がしました。はい、このイラストの添削は以上となります。次の作品に行ってみましょう。次の作品は、はい、こちらです。M さんの作品で月明かりに潜む影というタイトルです。コメント。カラス天狗と夜をテーマにかっこいい絵を描きたいと思い、この絵を制作しました。キャラの顔や着物の質感、光の当たり方などこだわって描きました。添削してほしい部分は、全体的の雰囲気作りやメインのキャラクターの立たせ方、作品全体を見直した方が良い点などがあれば添削していただきたいです。とのことです。はい、まずですね、とてもクオリティの高いイラストだと思います。もう素直にね、かっこいい。M さんは自分の中のかっこいいという感覚を素直にね、画面に出せる表現力と技術力、両方ね、合わせ持った方だと思うので、あまりたくさんのことを言う必要はないと思いました。とてもいいイラストだと思います。ただね、ここはこうした方がよりかっこよくなるかもよっていうポイントが3つだけあるので、それについて添削させていただきました。添削結果、早速見ていきましょう。こんな感じです。はい、いかがでしょうか？こんな風に変化しました。添削前、添削後ですね。はい。結構ね、迫力が増したような感じがすると思います。まず最初のポイントなんですが、すごく単純なことです。それは、このイラストで表現したいのってかっこよさなんですよね。それで言うと、この絵にはかっこよさにあまり繋がっていない要素がいくつかあるんですね。例えばこのすごく数の多い雲だったり、あとはね、この山、ここもそうですね。あとはね、屋根の面積も若干ちょっと多すぎかなというふうに思いました。この辺ってもうちょっと少なくても良いような感じがしませんか？例えば皆さんお店に行ってステーキ食べたとします。この時の添削もね、せっかく神戸に行ったので僕めちゃくちゃ神戸牛食べたかったんですけど、時間がなくて神戸牛食べられませんでした。でもね、ステーキ屋さんに行って、でね、すいません、神戸牛のステーキくださいって注文したのに、もうステーキよりも付け合わせのブロッコリーがもうてんこ盛り。いや、こんなにブロッコリーいらないんだけどってなりません？今ね、このイラストもその状態に近い感じになっているように思います。この辺のブロッコリーをもうちょっと減らしてですね、メインのステーキの部分をもっとデカデカと盛り付けてあげる。そうするだけでこのイラストの魅力がぐぐっとアップすると思います。そのような観点で
このように変化させたという感じですね。はい。あと2点目はキャラの部分なんですが、ちょっと添削前は黒く沈みすぎているような感じがしました。この部分ですね。この辺り。これよくやってしまいがちなんですが、黒を使うとですね、ちょっと見にくくなってかっこよさが目立たなくなる場合があります。M さんは多分ですね、黒くしたかったのではなくて暗くしたかったんだと思うんですが、実は黒くしなくても暗さって表現できるんです。例えば青色。この色ってですね、それだけでも暗いっていうことを表す意味合いとして使えるので、もう羽の部分とかは逆にね、こんな風に明るく持ち上げてあげたとしても、あとは髪の毛の部分ですね。ちょっとこの部分を見ててください。はい。この部分もちょっと持ち上げてますよね。明るく持ち上がってます。でも、それにもかかわらず、ほら、結構暗い場所にいるっていうこと自体はそんなに変わりませんよね。このように黒くしなくても暗さって表現できます。そのあたりは気をつけてあげると良いと思いました。そして最後のポイントです。これはですね、時と場合にもよるんですが、添削前を見るとですね、この画面の端っこの部分、ここを巻物と鳥の羽で円を描くように囲ってしまっていました。このね、画面を囲うっていうのは、そこまでシチュエーションが含まれないようなキャラ単体のイラストの場合とかには、カチッと座りが良くなる場合もあるんですが、このイラストの場合ですね、結構動きがある絵なので、こういう風にね、丸々囲ってしまうと、動きがなくて単調な感じに見えてしまうデメリットがあると思いました。ただね、手前に何かを横切らせて、それによって見てほしい部分だけに目線を誘導するっていうのはとても有効なテクニックなので、このようにぐるっと囲うのではなくて、はい、このように上と下の巻物とかでも見え方を変えてあげる。鳥の羽も一緒ですね。こんな風にぐるっと囲うのではなくて、ところどころに配置してあげる。あとはね、大きさも変えてあげる。そうすることによって単調ではなく、逆に画面に動きを持たせるような効果を持たせることができると思います。はい、このイラストの添削は以上となります。さあ、次4つ目。どんな作品が来るでしょうか。4つ目は、はい。こちらの作品ですね。ちょっとね、可愛い表情のイラストですよね。脱力系です。カリンコレモンさんの作品で、猫と魚というタイトルです。コメント。弱肉強食とか、命の重さみたいなことを表現しようと書きました。背景や紙、体の細部の書き込みのコツがよくわかっていないです。とのことです。はい。まずですね、結構力の抜けたイラストなんですが、なんか無気力な表情の中にも、キャラに哀愁があるというか、なんかそういうね、不思議な魅力があるイラストだなというふうに思いました。なんかね、この脱力した感じ、力の抜けた感じをね、うまい具合に活かすことができれば、さらに良いイラストになるのではないかなというふうに感じましたね。でね、このイラストの添削のポイントは、情報の整理という部分ですね。こういうね、シンプルなイラストの場合には、情報を整理して分かりやすく相手に伝えることができるのかどうかっていうところが非常に重要なポイントだと思うので、それで言うと、弱肉強食とか命の重さっていう要素以外の部分が画面に入りすぎているせいで、一番伝えたいものが伝わらないイラストになっちゃっているような感じがしました。それを受けて僕が添削した例がこちらです。はい。こんな感じ。いかがでしょうか。イメージはね、結構変わってますね。はい。ただ書いてあるモチーフ自体はむしろ減らしております。はい。ポイントは今回も3つですね。最初のポイントは、まず、命のやり取りに関係しない要素を排除するってことです。結構ね、僕、このことを言うこと多いんですが、イラストを描くときに重要なのって、何を描くかよりも何を描かないかだと思うんです。このイラストのタイトルは猫と魚です。そしてテーマは弱肉強食と命の重たさですよね。そしたらですね、それ以外のものは描けば描くほどこのテーマを薄めていくことにつながってしまうんですね。そういう点で言うと、添削前を見てください。例えばこの地面、結構ね、広い面積で描かれている地面とか、あとは海、そして遠くの山や空、これらの要素ってあんまりね、命の重さとかそういうテーマには繋がらない部分だと思うんです。これらのね、あまり関係のない要素を捨てて、メインのモチーフだけでどうやったらメッセージを伝えられるのかっていう視点で考えると、情報の整理という点においては分かりやすいかもしれません。で、その部分、どういう風に僕は考えてどのように変更したのかっていうと、
はい、まず順番立てて説明すると、まず僕はお腹に手を添えて、そして、はい、よだれを垂らしてですね、このハングリーな状態の猫を作り上げたわけですね。で、それを際立たせるように背景のグニョグニョエフェクトがお腹に向かっているので、このね、ギュルルルルってお腹が鳴っていることを表して、お腹が空いている状態もわかりやすく表現してみました。で、手には骨の状態の食べられた魚。ね、食べちゃったんですね。で、猫の後ろにはよく見ると、ほら、骨の状態の食べ散らかされた魚の骨がうず高く積まれています。もうこんなに食べても彼はお腹が空いているんですね。で、彼の目の前にはまだ生きているけど、もう陸に上げられて自分では動けない魚たちですね。もはや自分が食べられるのはこの猫のね、お腹の空き具合によって決まってしまうっていう。もうね、食べられる順番待ち状態。なのでこの表情です。でね、魚にとって危険な状態だっていうことと、ここが陸の上だっていうことを補足的に分かりやすくするために、画面のこのね、ちょっとした端に危険色を表す路側帯っていうのかな。これを置いてみました。モチーフをね、逆に減らしたんですけれども、メッセージ性、こっちの方が伝わるような感じがしませんか？命の重たさっていうね、テーマに沿ったイラストになったと思います。はい。でね、最後のポイント。それはですね、やっぱりカリンコレモンさんのこのユーモラスな絵柄をもっと活かした方がいいっていうことですね。カリンコレモンさんはコメントで、背景の書き込みをどういう風にすればいいのかわからないっておっしゃってました。これってね、もっとリアルに描きたいっていう願望を示しているように僕は感じたんですが、僕はね、逆にリアルに描かなくてもいいんじゃないのかな。もっとユーモラスに描いた方がカリンコレモンさんの良さを引き立たせるんじゃないのかなっていう風に思いました。それはなんでかっていうと、例えばこのイラストで言うとですね、今この状況ってかなりシリアスな怖い状況だと思うんですよ。もう魚にとったらこんなに怖い状況はないですよね。だってこれ人間に置き換えたら結構えぐい状況じゃないですか。なので描き方によってはかなりグロテスクな絵になってしまいがちだと思うんですが、これがカリンコレモンさんの絵柄を通して見てみると、そんなにグロテスクな絵には見えない。それがですね、このイラストの魅力につながる部分だと思っているんです。カリンコレモンさんの絵柄はそういうシリアスなテーマをユーモラスな感じで変換できる力があると思うんですね。ここはカリンコレモンさんの絵の強みだと思うので、その絵柄を十分に活かしてあくまでユーモラスで愛嬌のある感じに仕上げてあげる。そうするとですね、こういう死に直面した魚もどことなく可愛らしく描いてあげると、このね、絵柄のとっつきやすさのせいでついついイラストに引き込まれてしまうんですが、その先に意外なシリアスなテーマが隠れてたわっていうね、そういう仕掛けを施せるんじゃないのかなっていう風に感じました。はい、こちらのイラストの添削は以上となります。さあ、次が最後の作品です。最後の作品は、はい、こちらの作品になります。めっちゃ可愛いイラストですよね。あるさんの作品でマイルームというタイトルです。コメント。可愛いとファンシーをコンセプトに制作しました。特に女の子のポージングは全身が入る分まとまりが出にくいので細かく調整しました。添削してほしい箇所はキャラが映える背景の配色と塗り方になっているのか、絵柄に合った説得力のある衣服のシワの表現の仕方などです。とのことです。いやーなんかもうね、なんというかもう完璧じゃないですか。あんまり言うことないですよね。いや、めちゃめちゃうまいと思います。はい。もうね、単純に目が惹かれるイラストですよね。もうね、添削するところなしって思わず言いたくなっちゃうんですが、もうそのぐらい素晴らしいと思います。特にね、色をたくさん使っているように見えると思うんですが、この辺とかもね、補色対比をうまく使って、結構賑やかさを表現していますよね。そしてその分量や配置を巧みにコントロールして、あまりにもね、こうガチャガチャしすぎずにキャラに目を活かせるようにする。こういうね、まとめ力の高さも本当に素晴らしいと思いました。でね、どこを添削するのか迷ったんですが、僕的にはですね、もうちょっと考えを突き詰めるともっと良くなるなっていうふうに思います。というのは、テーマ性が可愛いとファンシーということなんですが、これね、もっと突き詰めると、僕から見るとですね、このイラストに描かれているこの女の子って、私のお部屋可愛くてファンシーでしょって言いたいわけじゃないように見えるんです。いや、それはそれでね、言いたいことなんだと思うんですが、もっと先があって、私のお部屋人形が可愛くてファンシーでしょ？でも、その中で私が一番可愛いでしょ？っていうことを一番言いたいんだと思うんですよね、このイラストの女の子は。そういう風に考えた時に、ちょっとね、演出が足りないように見えたんです。
はい。それを受けての僕の添削例は、こんな感じです。はい。いかがでしょうか？どこが変化したんでしょうか？これも予想をしながら見てください。はい。まず単純にですね、一番最初のポイントは、ぬいぐるみの数を増やしました。これなぜ増やしたのかっていうと、この絵の中でぬいぐるみの重要度を下げるためです。重要じゃないものなんだから数減らした方が良くない？って思うかもしれませんが、これはですね、逆です。重要じゃないものほどたくさん描いた方が、数が少ないものを重要に見せる効果があるんです。例えば漫画のモブキャラとかがその役割を果たしていますよね。数の少ない主人公キャラを際立たせるために、通行人とかたくさん描くじゃないですか。このイラストの場合ですね、このぬいぐるみがそのモブキャラの役割を果たします。ぬいぐるみはですね、確かにファンシーで可愛いんですが、このイラストの中では一番ファンシーで可愛い私を引き立たせるためのモブキャラに過ぎないんです。そういう意味でですね、この奥の窓がある部分に対しても、こんな風にぎっしりとぬいぐるみを積み上げてあげると、よりこの絵の主題である私を強調することができると思います。でね、今言ったぎゅうぎゅうに詰め込んだ部分とは反対にスカスカの部分、粗密で言うとその部分ですね。それを作るのも忘れちゃいけません。イラストのね、重要度が低い部分はもうぎゅうぎゅうに詰め込むんですが、それとは反対にイラストのメインのモチーフの周りはですね、逆にたっぷりスペースを空けてあげて、こうスカスカの状態、その部分をあえて作ってあげますね。そうするとですね、この部分に対して目がいって、あ、これがメインなんだなっていう風に分かりやすくする効果があったりします。なのでね、このように若干キャラクターを上にずらして、白いシーツの余白の部分を広めに取ってあげました。これによってこの子にさらに目が行きやすい構図を作り上げることができたと思います。で、最後はライティングですね。これは考え方としては一番単純で、もうね、一番見てほしいメインのモチーフに一番強い光を当ててあげると良いという考え方ですね。そして逆に言えば、あんまり重要じゃないモチーフにはそこまで光を当てないという考え方でもあります。そこに着目しながらこの変化を見てください。ほら、特にこの辺りですね。この辺りのライティングが結構変化していると思います。特にね、この奥にあるぬいぐるみに対してはかなり光を抑えめにしてあります。あんまりね、全部暗くしちゃうっていうのも不自然だと思うので、程よく当てつつ、ぬいぐるみ全体的には影に沈めてあげる感じでしょうか。で、そんな中でひときわね、光を浴びてキラキラ輝いている私。もうね、上からスポットライトも浴びています。見て、こんなに可愛いお人形さんの中で私が一番可愛いでしょ？ほら見てってね、そういうテーマを今言ったぬいぐるみの数やライティングで表現することができると思います。覚えておいてくださいね。以上で今回の添削は終了となります。今回の添削もそうなんですが、たまにこのように専門学校で添削させていただいたイラストを動画として特別に公開させていただく場合があります。例えばこちらの動画、気まぐれ添削77でも、これもね、めちゃめちゃレベルの高いイラストだったんですけれども、さらに良くするための添削ポイントをなんとかひねり出してね、添削させていただいたイラストです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。